こんにちは。 PR 担当のあーやです。今回も、飲みトークやっていきたいと思います。ではですね、出演メンバーをご紹介したいと思います。自己紹介お願いします。お久しぶりです。ラスクラのドッター担当のオッキーです。本日はよろしくお願いします。はじめまして、ラスクラのイラストチームのリーダーをやっておりますケンです。本日はよろしくお願いします。皆さんはじめまして、同じくイラストチームのリーダーをやっている池と申します。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今回は、イラストメインのお三方を、お呼びしましたけれども、オッキーは生放送に出たことありますよね。何回かあります。ありますよね。はい、なんでお久しぶりです。あ、そうですね。皆さんね、生放送とかこう出ると結構ありません？ SNS の中でコメントとか。ラスクラの公式アカウントたまに見るんですけど、なんかオッキーって書いてくださる方が嬉しいですよね。はい、嬉しいなと思っています。はい。そして、池さんとケンさんは初めまして。初めまして。こう見えてタフなお二人ですので、ぜひ皆さん今日のトークは楽しんでいただけたらなと。ではですね、簡単にどんなねお仕事をしてるのかっていうのをちょっと聞きたいなと。じゃあオッキーからお願いします。僕はラスクラの中ではドットの方の担当をしています。主にキャラクターとかのちっちゃいドットを担当して、たまにボスのドットとかもやっています。リリースの、前からアイディスねこう入社されてるじゃないですか。そうですね。基本的にこう初期からいるユニットは携わってるみたいな感じですか？設立して確か 2,3 ヶ月ぐらいの時に上京したばっかりで、友達にドットのお仕事ないって言われたら、ここを紹介されて入ったって感じですね。そうなんですね。なんで割とコアメンバーみたいな感じでやっています。そうですよね。ちなみにこうドットっていうお仕事はいつぐらいからしてたんですか？前職でもお手伝いとしてやってたんですけど、基本は 3D だったりイラストとかそっちの方をやっていて、本格的にドット作業を始めたのがアイディスに入ってからになりますね。はい。じゃあケンさんはどんなお仕事をされてますか？今イラストのチームの、リーダーですね。こちらの池さんも一緒にやってるんですけども、私の方はリーダーと、あとはグラフィック全体の統括みたいなところも兼任はしております。歴としてはラスクラのリリースの前の開発後期のところからなんで、だいたい4周年してるんで5年ぐらいになるのかなっていう感じですね。加入してすぐはイラストではなくて、2年以上は UI っていう表示物系 UI のリーダーっていうのをやっておりました。ケンさんUI のイメージ UI ですめっちゃある。アイコン書いてましたよね。下のこうガチャとかみたいな、バナーとかを作るんですけども、ツイッターキャンペーンのバナーとかお願いしてましたよね。何でももうとにかくその時バナーを作りまくるという時期を経て、途中からイラストになっています。池さんはどうですか？僕もケンさんと同じくイラストチームのリーダーとして、イラスト制作に関すること何でも人にこれをお願いするために頼んだりだとか、スケジューリングしたりだとかで、あとまたクオリティチェックだとか、ケンさんと一緒に行ったり、あと時としては自分もたちも手を動かして調整したりだとか、いろいろとちょっと細かいやり取りをする、そういう役割ですかね。はい、ありがとうございます。このお三方ですけれども、4周年あったじゃないですか、ラスクラの。で、公開生配信で実際にイベントで飾らせていただいたイラストをね、お三方とも描いていただいて、今ちょうど上のところにねあるんですけど、ちなみにどれを担当していただいたのか、ぜひオッキーから。僕はもう一発で分かっちゃうんですけど、こちらのドットのルキエルを打たせていただきました。いやこれすごいですよね。すごいよ。今見てもすごいよ。ルキエルの動きは。そう、これにした理由が、ルキエル自体割と最初期に打ったドットであるって思い入れがあるっていうのもあるんですけど、初ガチャがルキエルだったじゃないですか。確かに。その思い入れもあったんで、僕はルキエルを打ちました。ルキエルファンやっぱり多いじゃないですか。根強く。ケンさんがギシメルディですね。でメルディはそうですね、ドットが結構最初に好きで、バトルのドットがかなり好きだったんですよ。そこから発明王メルディをやった時にかなりイラストで苦労して、結構そこでガクッと思い入れが上がったというか、そこからだんだんメルディ思い入れが深まっていった感じで推しになって。なるほどなるほど。いやでもやっぱ苦労するともうそのキャラの思い入れにあっちゃいますね。やっぱ僕が描いたのは、白騎士メルザを書かせてもらいました。きっかけとしては本当にラスクラって割と最初期に育てた思い入れのあるキャラで、イラストとかもすごく好きだったんですが、何よりもストーリーですね。
印象的でまた強烈なドラマチックな展開のストーリーがある、そこがすごく個人的に刺さったので、ずっとこう思い入れのあるキャラの一人だったんですね。なのでもうせっかくいい機会なので白ベースは書くしかないと思いました。結構ね強烈にこうファンの方とかもいるからで喜んでもらえるかなっていう思いもあったし、その一人が僕だったんですけど、書いて楽しかったなという。ああ、よかった、嬉しいですね。ではラスクラで一番最初に担当したお仕事っていうのをちょっと聞きたいなと思って、どうですか、大きいは。僕の方が入社して3ヶ月で初ドッターだったんですね。アイディスにとってのいわゆる僕が打ったドットがこれからのラスクラのドットの基準になるみたいな感じであったので、ソシャゲとして本当に欲しくなるドットというか、クオリティとかを意識してロギアを打ちました。双剣ロギア。ロギアかっこいいね。いや、いいね。ありがとうございます。やっぱあれ初めてだったんで、どこまでやっていいのか分かんないって中でちょっと手探りで打ったので、思い入れがありますね。ありがとうございます。ケンさんはありますか？で最初の仕事は UI なんですけども、 UI にも確かガチャ画面とかガチャ動画だったですね。早川さんからガチャ動画イメージをもらってちょっと動かしてみてみたいな感じで言われて動画を作ったっていうのが本当最初だったかな。でイラストに移ってからは、イラストの最初確か鋼の錬金術師のコラボとか、あと暴食帝ゴロスとか、その近いタイミングなんですけど、そのあたりから入ってまだこうイラストにいろいろ言っていいのかなどうなのかなっていう頃のでもなんか言いたいことが結構あって、そのキービジュアルとかねやってた記憶があります、ね。あの時からゴロスの調整とか、その辺はこうおぼつかない感じで最初入ったあたり、結構さっき言ってたみたいにガリガリ書いちゃってもうこれでやっちゃってくれみたいなガンガン今みたいなスタイルがやりだしたのは多分聖剣伝説のリースあたりから確かにもうガンガンこれでみたいな感じでやり調整をさせていただいただった記憶があります。僕的にはすごいあそこが一個の節目かなと思ってます。池さんはどうですか？一番最初に。僕は実はお二人と違って入社したのがラスクラリリース後だったんですね。一番最初にやったのがまずこうアイコンイラストの制作から担当を任されまして、その時はあれですね、召喚師リーナが一番最初のそれに携わるこうスキルだとかアイコン系個性アイコンだとかその辺もろもろからイラスト業務に入っていったというのが最初仕事でしたね。そこからアークのイラストとかも担当しだったんですけど、それで一番最初のアークはレーディアの成果、あれが一番最初に担当したちょっと思い入れがあるアークでしたね。あれも面白かったですね。初めてでしたけど仮名つけてたんですけどレーディアのなんか蓋開けてみたら本当そのまま採用されてて、すごいちょっと嬉しかったです。それは記憶に残りますね。今見てもちょっと思い入れ深い仕事だったなという感じでいます。ありがとうございます。ちなみにお三方でここはこだわってるよみたいなお仕事の進め方だったりとかポイントみたいなあったりしますか？ドットの場合だと 2D でよくレトロって言われるんですけど、ラスクラ自体が結構 3D の背景とかで縦横無尽に動いたりカメラがぐるぐる回るんで、もうその演出込みでいい感じに動くような感じで作っています。最近すごいですよね、調筆の動きとんでもなくなってますけどいやー大変ですけどね。初めてその感触得られたのがセイリオスの時ですね。ほら上から見下ろして立体感があるよね。そうですね、剣を振ったと同時に水の竜竜のドットと、セイリオスのドットもちょっといろいろと試行錯誤しながら打ちました。いやあれで割とユーザーから評判が良くて、じゃあもうちょっとここまでやっていいんだというか 3D でちゃんと立体的にものを作っていいんだと思って、ちょっといろいろ試しながらカメラワークとかぐるぐる動かせたりとか試してみよう。最近はミアはお気に入りと聞いたんですけど大お気に入りなんですか？演出がすごい好きですね。今までってカメラ固定で背中向けしたりとか上だったり下だったりとかあったんですけど、ミアって初めて背中からぐるっと一回近づいて真横になって今度真正面に移ってからそこに突進みたいな感じでカメラぐるぐる動かす演出をちょっと頑張って作りました。あれがかなり頑張っていただきました、演出の方にも。でも毎回アイデアがすごくないですか？本当に本当社内にいるけど毎回楽しみありがとうございます。おー来たデータ来たおーっつってこう見てる。ケンさんはありますか？イラスト面で言うとラスクラの
絵っていうんですかね、そういうものってこう結構他に似てるものがないというか、かなり独自なものを作ってきてると思うんですよね。それを、ユニットであろうがアークであろうが、もちろんこうオリジナルキャラでも版本さんのコラボキャラでも必ずその独自のラスクラのテイストに落とし込むっていうのが大変でもあるし、そこが大事かなと思ってやってますね。あとは監督のハードルがやっぱ高い。総監督の話。総監督のハードルがイラストとかも直撃というかすごい分かりやすいものなんで、ハードルの高さはあるんですけども、そのハードルを超えたいというか、最初から超えるレベルの面白いというかね、驚きのあるようなアイディアを入れて、逆に監督がびっくりするようなものを持っていきたいっていうふうにいつも思ってはいるんですね。いやすいつごい。も思ってはいるんだけど、毎回全然できるわけではない。本当にうちのチームはそういう気持ちが高い人が多いですよね。合格ラインの仕事をするんじゃなくて、逆にこう言わせてやろうみたいな。そうみんな異様にこだわってるから、その各班の作ったものが流れてきた時にびっくりする。メンバーがびっくりするぐらいだから、もう最終形の形でマーケに上がってきた時ってなるんですよ。ちょっと待って、すごすぎんみたいな。池さんはありますか、こだわり部分みたいな。ケンさんとかとかぶるかもしれないですけど、いくつかこだわりがあって、本当に発想で負けないアイディアをぶち込むっていうのは割と注力してる感じですかね。特にアークとか本当にもう次何書くかテーマみたいな、本当単語一つしか来なかったりだとかして、そこからどう絵として膨らませるかっていうのが割と肝になるところなんですよね。で本当成功法にそれだけモチーフにしても面白くないか NG が出るんですよね。なんとかしてひねったアイディアを入れて監督をうならせるとか、監督だけじゃなくてもちろんユーザーの方にもっていうのがやっぱこだわってるポイント一つと、あとは絵って流行り廃りがあると思うので、古さを感じない絵柄にするっていうのは注意してるところですかね。流行りじゃなくなっちゃうともう目も当てられなくなったりとかするところあるので、ラスクラは幸い尖ったというか個性がある絵なので古くなりづらいところはあるんですけど、それでもどうしても、時代によって変わっていくので、そこは古さを感じないようにしなきゃなっていうのが意識してたりとか、そこがポイントですかね。なんか制作手法でいうと、アサインを僕とケンさん、イラストレーターさん何描かしてるかお願いするかとか決めるんですけども、やっぱこれやりたいですみたいなのがあったら、そしたらなるべくそれを叶えられるようなスケジュール、制作手法でのこだわりポイントですかねという。だいぶボリューミーな内容に、なってるんですけど、ここでねあえて聞いてみたい好きなユニットとかアークとかあれば教えてもらいたいなっていう感じです。やっぱり映像例がすごいドットとして綺麗に羽が作れたんで、あれがすごいお気に入りですね。あれが最初イラスト通りで結構はっきりしたもので作ったんですけど、ちょっと監督の方がこの晴れは綺麗じゃないって言い始めて、じゃあちょっとどうしようかと思って、1日2日ぐらいちょっと試行錯誤して、もっと綺麗な羽を作ろうと思って作ったら OK っていうのでやったぞみたいな。でも実際やっぱりそう言われてさらに時間かけて直すと良くなったりするんで、すごいドット綺麗に打てて僕もお気に入りです。ケンさんはありますか？発明王の方のメロディー、発明王の方をユニットイラストの時に、担当のイラストレーターさんと、自分とでほぼ二人三脚で結構やってったっていうのが思い入れが深い。あとはクリスマスの清掃のメイリーかな、あれも状況的に結構自分の方で設定画を描いて、毎度毎度もちろんラフとか清書とかを描くわけではないんですけど、そこは結構まるっとデザインしてやったので思い入れと、あとドットもすごい良かったですね。あれは素晴らしかったです。あとね、アークだと月下残妙、月下残妙の初期のアークなんですけど、水車が 3D で回ってるのを見て、すげえなこれやりすぎだろって思って、あれ最初びっくりしました。一般的にあれぐらいだったら本当に水が流れるだけで水車回らないと思ってたら、テイストのまんま自然にぐるぐる回転させて、イラストだったらここまで表現するけどねっていうのを最初からできてねっていう、他にも 2,3 個びっくりしたやべえのがありますね、たまにあるんですけど、そのうちの1個っていう。あれはすごい、未だにすごいと思います。
池さんも好きな何かがあれば。いっぱいあるんですけども、割と最近のやつで早急誌ファル、これが結構思い入れが最近では一番深くて、ずっとファル好きだったので映像化を待っていたキャラだったっていうのも僕もその一人だったので、おー、そうなんですね。なのでやったついに出たファルって思ってたんですよ。なので結構最低限の要件だけファル出すよこんな感じで、でも、そこから割と発案はやりたい放題やらせてもらって、翼つけたりだとかあと分離ユニットをつけたりだとか、結構ドット班に負担をかけるようなオーダーばっかりしてしまってでもそれイラスト班の方がドッター班にすいませんってすいませんって謝りしてたんですけど、僕がいやもうそういうのどんどん来てくださいっていい、逆に妄想が膨らんで超出演出もね、最後にこう弓が巨大化してほしいっつってデザイン自分で書いてこう渡したら、いやちょっと今回工数がって言われて、ですよねすいませんって引き下がったと思ったら、オッキーがいつの間にかもうなんかコンテでできてて、もう入ってるみたいな、ありがとうございます。いや本当にやりたい放題わがままを叶えさせていただきましてありがとうございます。その他良かったこともいいですし、ちょっとこれはきつかったなみたいなことがあれば。一番の苦労っていうとどうしても監督チェックが思い浮かんじゃうんですよね。なるほどなるほど。監督チェックのいいことも悪いこともですけど、NG の場合がすごいきつくて、きつかったなと。 2,3 個あるうちの1個が義士入連なんですよね。あれがもう本当ハードで、あれも担当のイラストレーターの自分とで何枚も何枚も書いてどんどん持っていって、こうですかこうですか、10枚以上あったんですかね。10枚以上言ってましたよね。10種類以上の案とかをどんどん持っていくんだけど全然ダメなんですよね。最終的にこう、いやもうこれ以上この後持ってきても俺ずっとダメって言うわみたいなで、いやこれきついなってなってたけど、監督がその僕らとイラストレーターさんのところに来てくれて、こうすりゃいいんじゃねっていうこう言ってくれて、ああそうなんですねってこうグッと分かって、で今のリリースされてる背中向きの面白い絵というか、ね、そうですよね、ちょっと他にないこう横向いてたまにこうプワーってなるんですけど、そのやつが生まれたっていう、一番きつかったですね。あれはなんか着地のしどころが分かんなくて苦労したし、でもその締め切りもあるし、良かったことはアートチームとかイラスト班っていうのは背景の絵とかイメージボードとか小道具とか乗り物とか何でも全部やっぱりデザインをして絵を描くんですけども、その絵だとそれを詰める時っていうのは結構こう監督チェックだやばいっていう雰囲気ともちょっと違ってて、一緒にこれどうしましょうねって言って、こうしよっかとか結構そういうやり取りで作っていくようなちょっと砕けた雰囲気というかっていう感じなので、そこは結構楽しくて、そういうものをやる時も本当にすごいカツカツでやり直しみたいなそういうのはあんまりなくて、もうちょっとこうしようかみたいな、こういう風な形にしてもいいんじゃないとか、そこは楽しくできた記憶があります。池さんはどうですか？やっぱ比率的には苦労の色が見えますけど、苦労から言うと特にコラボ系のワークですかね。ラスクラオリジナルじゃなくて一応ちゃんとこう元々のデザインが決まってたりとか、設定が決まってたりとかするから、ちゃんとそれを大事にしつつ整合性を合わせるっていうのを絵作りに落とすときに結構苦労してたんですね。監督にこう何度店に行っても、なんか違うっていう感じで相談したところ、なんか出てきた言葉がアークはアートだからって言われて、なんか細けいことはいいんだよみたいな、なんか整合性を合わせるとかそれは一旦ちょっと置いといてみたいな話もあったんですけども、でそこで言われてハッとしたんですね。そういう風な広い発想でアートで考えていいんだっていうのがあったので、苦労はしたんですけども、そのアドバイスのおかげで発想を広げて絵作りをするっていうのは思考が身についたなというのが、苦労した反面、身についてよかったなと思ったところでしたかね。あとは良かった点ですけども、これも発想になるかもしれないけども、宝飾亭アバドンとか、あれもね結構妄想して作ってて、ちゃんとこうクリエイターの人がお願いして書いてもらったらいいんですけども、さすがにこうラフが上がってきた時に気持ち悪すぎたかなってして恐る恐るこう実は監督に持って行ってたんですけど、逆に大絶賛だったんだよね。あれがそうなんですね。おーいい発想だよこれだよこれみたいな感じで言われて、ちょっと驚いたって。こう毎回枠からちょっとでもはみ出すと怖い。そうやりすぎたかなと思いつつも、やりすぎたかなっていう、そういう人の方がなんかね
逆に褒められたりとかして意外な、そこがね結構自分の中で判断基準の分水嶺になったところで、ここまでやっていいんだみたいなのは、暴食ってアバドンはそういう意味で本当にやってよかった。それ系で結構やりすぎたかなアークとかあるんですけど、最近やりすぎたのはグランゼリアスイートロック、バンドのやつだはいはい、あれはマジでこう、もう一周されて怒られて帰るかなと思ったけども、褒められましたね。おーよかったいいんだっていうのが、それでファンの方々の評判も非常になんか良好だったので、ちょっとはみ出すぐらいがちょうどいいんですかね。というのがいろいろ苦労話の反面思い入れ深い点ですとかね。はい、ありがとうございます。ということでですね、今回も皆さんにねいろんなことをお伝えできたんじゃないかなと思うんですけど、最後にお一人ずつ一言ずつぐらいいただけたらなと思います。じゃあ大きいからお願いします。ドットの方は引き続きもうこれからもユーザーの皆さんを驚かせるようなドットをたくさん打っていきたいと思いますので、これからも楽しみにしていただけると助かります。ありがとうございました。はい、じゃあケンさんもお願いします。ラスクラですね、まだ世界全体の話もまだ数割程度しかまだ展開されてない状態なんですよね。これからどんどんと徐々にね壮大なストーリー世界観の革新にどんどん迫っていくことになりますので、これからキャラクターであったり、強敵ボスであったりとか新しい世界みたいなものがまたどんどん繰り出されていきますので、その世界とかキャラをできる限り魅力的にね作っていけるようアート班イラスト班頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。では最後に、本当に先ほどもケンさんが言っていましたけど、ラスクラの世界はまだまだ広がっていくというのを約束ができると思います。というのも世の中いっぱいゲームありまして、残念ながら終わってしまうゲームもたくさんありますが、もうぶっちゃけてしまうとラスクラはそんなことが全然気配がありません。というのも実はもう来年のイラストとかもねもうガンバン作っていたりとかしますし、本当にもうみんな前向きになってチーム全体で、頑張っている状態です。本当ファンの人々に楽しんでもらえるように、また新しくラスクラを知ってもらえるようにとか、本当に良い意味で驚いてもらえるようにイラストチーム全員一丸となって全力で、頑張っていきます。本当皆様引き続き、応援のほどぜひよろしくお願いします。はい、ということでね、今回はこの辺でお別れしたいと思います。この動画が良かったらぜひ皆さん高評価、そしてねコメントぜひねしていただけたら皆さんもね嬉しいと思いますのでぜひねコメントしてもらえたら嬉しいです。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。